皆さんこんにちは。皆さん日本のドラマは見ますか？よく視聴者の方からおすすめの日本のドラマを教えてくださいという質問を受けます。ただおすすめのドラマを紹介している人はたくさんいますし、単純に面白いドラマランキングを紹介してもあまり意味がないと思っています。なぜなら日本のドラマの面白さというのは単なるストーリーだけではなく、日本人ってこう考えるんだ、日本社会ってこんな感じなんだという部分にもあるからです。例えば日本人は恋愛でもあまりストレートに気持ちを伝えなかったり、空気を読みすぎて自分を苦しめてしまったりすることがよくあります。そしてその日本人らしさは実はドラマを見るとかなり見えてきます。なので今回は日本人をもっと理解したい、日本社会って実際どんな感じなのと思っている人向けに日本人目線でおすすめのドラマを5つご紹介します。ただ面白いだけでなく、見終わった後日本人への理解が深まる、そんな作品を選んでみたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速1作目から見ていきましょう。1つ目はファーストラブです。これは初恋と人生のすれ違いをテーマにした恋愛ドラマです。ざっくりあらすじを言うと、若い頃に強く惹かれ合った男女が人生の様々な出来事によって別々の道を歩みながらも、長い年月を経て再び交差していく物語です。ただ先に言っておきます。このドラマは強い展開や刺激を期待すると思っていたのとは少し違うと感じるかもしれません。なぜならこの作品が高く評価されている理由は静かだからなんです。静かなドラマが面白いの？と思うかもしれませんが、実はここに日本人らしさがよく出ています。恋愛において日本人は比較的感情を抑える傾向があります。もちろん人によりますが、好きでも簡単には言葉にしない。気持ちがあってもタイミングを逃したり、相手を気遣いすぎたり、自分の人生との兼ね合いで諦めたりする。好きなら言えばいいじゃんと思う場面でも意外とそうならないことが多いです。そしてこのドラマは言えなかった気持ち、人生のタイミング、すれ違いがとても丁寧に描かれています。この作品を見て泣く人が多い理由は単純な恋愛ドラマだからではありません。むしろ、もしあの時違う選択をしていたらという感覚に共感する人が多いからです。実はこれは日本でとても好まれるテーマでもあります。また日本社会がどう見えるかという視点で言うと、この作品では日本人の恋愛観がよく見えてきます。例えば感情をあまり表には出さない、空気やタイミングを重視する、相手に負担や迷惑をかけたくない、こういった感情です。もしかすると皆さんの感覚からすると、なんでちゃんと言わないの？誤解されるでしょ？と思う場面もあるかもしれません。でも逆に言うと、それがかなりリアルな日本人らしさでもあります。あとこのドラマは映像が本当に綺麗です。北海道の雪景色や東京の街並みなど日本の空気感がとても美しく描かれているので、単純に日本の雰囲気が好きな人にもおすすめです。なので恋愛ドラマが好き、日本人の恋愛観を知りたい、雰囲気のいい作品が好きという人はまずこの作品から見てみてください。2つ目はサイレントです。もし日本人っぽさが最もよく出ている恋愛ドラマはと聞かれたら、かなり上位に入る作品です。簡単に言うと、突然耳が聞こえなくなった元恋人と彼を一途に思い続ける女性が再び心を通わせていくラブストーリーです。ただこの作品は単なる恋愛ドラマではありません。大きなテーマの一つは言葉にできない気持ちです。そして実はここにかなり日本人らしさが出ています。このドラマを見ていて、もしかすると皆さんはちゃんと話せばいいのに、もっと気持ちを言葉にした方が良くない？と思う場面があるかもしれません。でも日本では意外とこういうことが少なくありません。相手に迷惑をかけたくない、相手を傷つけたくない、空気を悪くしたくない。だからこそ自分の本音を飲み込んでしまう。気持ちがあってもあえて言わない。そしてそれがすれ違いにつながってしまう。このドラマではそういった言わない優しさ、気を使いすぎる関係、察してほしい気持ちがとても丁寧に描かれています。実は日本人同士のコミュニケーションというのは全部を言葉で説明するというより、相手の気持ちを察することを重視する場面が比較的多いです。もちろん最近は変わってきていますし、人によっても違います。ただ日本社会には今でも言わなくてもわかるよねという感覚が比較的強く残っています。
日本語も主語や結論をあえて曖昧にすることで相手への配慮や余韻を残す言語です。そしてサイレントはそういった全てを言葉にしない美学をとてもうまく描いた作品でした。だからこそ日本では大きな共感を集めたんだと思います。逆に言うと、ちゃんと言葉にしてと思いながら見る人も多いかもしれません。でもそのもどかしさこそがこの作品の魅力でもあります。あとこの作品がヒットした理由として主題歌の存在も大きかったです。サブタイトルという曲なのですが、歌詞がドラマのテーマである言葉の伝わらなさ、もどかしさと非常に強くリンクしていました。日本ではドラマの主題歌が作品の感情を代弁することがよくあるのですが、サイレントはその相乗効果が特に強かった作品だと思います。もちろん映像の美しさも魅力です。静かな空気感や冬の雰囲気、会話のままで含めて日本ドラマらしい魅力がかなり詰まっています。なので静かな恋愛ドラマが好き、日本人の考え方や人間関係を知りたい、雰囲気のいい作品が好きという人にはかなりおすすめの作品です。3つ目はブラッシュアップライフです。もし日本人の日常や価値観を最もリアルに感じられるドラマはと聞かれたら、私はかなり上位に入れる作品です。簡単に言うと、主人公の女性が突然亡くなってしまい、来世で人間に生まれ変わるために人生をもう一度最初からやり直していくという物語です。ただここで勘違いしてほしくないのですが、これは単なる人生やり直し系のドラマではありません。むしろこの作品の魅力は日本人の普通の日常が驚くほどリアルに描かれていることです。正直このドラマを見て、こんな何気ない会話がずっと続くのと思う人もいるかもしれません。でもそれが逆にすごく日本らしいんです。例えば友達同士で意味のない雑談をずっとしていたり、昔流行ったものの話で盛り上がったり、どうでもいいけどなんか楽しいみたいな時間がとても丁寧に描かれています。実は日本人はこういう何気ない日常にかなり価値を感じる人が多いです。派手な出来事や大きな成功だけではなく、いつもの友達といつもの場所で話すという時間をとても大事にする。そしてこの作品を見ると、日本人の友情の距離感もかなり見えてきます。日本では友達同士でもベタベタしすぎない関係が比較的多いです。でもその代わり長い時間をかけて自然に信頼関係を築いていく。毎日大好きと言わなくてもなんとなく一緒にいる。そして何かあった時にはちゃんと支える。そんな友情の形がとてもリアルに描かれています。またこの作品では普通の人生への価値観もよく見えてきます。最近は SNS などの影響でもっと成功しなきゃ、もっと特別な人生じゃないと思う人も多いですよね。でもこのドラマは普通に生きることの価値が何度も描かれます。これは日本人の価値観とも少し関係があります。もちろん人にもよりますが、日本では目立ちすぎない、安定、周囲との調和を重視する人が比較的多いです。だからこそこの作品の空気感に共感する人が多かったんだと思います。あとこのドラマはとにかく会話が自然です。おそらく日本人って普段どんな会話をしているのと思っている人には参考になると思います。恋愛ドラマではないですが、日本人の日常、日本人の友情関係、日本人の価値観を知りたいならかなりおすすめの作品です。そして個人的にはこの5作品の中で最もリアルな日本の日常を感じられる作品だと思います。4つ目はアンナチュラルです。これは個人的に日本社会をリアルに知りたいならかなりおすすめと言える作品です。簡単に言うと、不自然な死の原因を調べる法医解剖医の人たちを描いたドラマです。なので一見すると医療ドラマや推理ドラマのように見えるかもしれません。もちろんそれも間違いではありません。ただこの作品の本当の魅力はそこだけではありません。実はアンナチュラルは死を通して日本社会を描くドラマなんです。例えば過労、いじめ、ネットでの誹謗中傷、孤独、責任感の重さ、そして人に迷惑をかけてはいけないというプレッシャー。こういった日本社会が抱える問題がリアルに描かれています。見ていて、そこまで我慢するの？もっと早く助けを求めればいいのにという場面もあるかもしれません。でも日本では実際に弱音を吐きたくない、迷惑をかけたくない、頑張らないといけないと思いすぎてしまう人が少なくありません。もちろん最近は変わってきています。ただ今でも我慢することが美徳のように考えられる場面は比較的多いです。そしてこのドラマはそういった日本社会の生きづらさをとても丁寧に描いています。
ただ重すぎるドラマかというと実はそうでもありません。テンポもいいですし、チームメンバー同士の会話も面白い。暗いだけではなく、生きることについて前向きに考えさせられる作品でもあります。そのため日本ではかなり高く評価されました。あとこのドラマで個人的にすごいと思うのは、誰かを単純な悪者にしないというところです。日本のドラマというのは善悪をはっきり分けるというより、その人にも事情があるという描き方をすることがとても多いんです。アンナチュラルもまさにそうで、ただ犯人を探す作品ではなく、なぜそうなったのかを丁寧に描いています。そして主題歌も有名です。米津玄師のレモンですね。この曲は日本で社会現象レベルになりました。ドラマのテーマである損失、大切な人を失った後も生きていくことと非常に強くリンクしていて、ドラマを見ていない人でも曲だけ知っているくらい有名です。なので推理ドラマが好き、社会問題を扱った作品が好き、今の日本社会を知りたいという人にはかなりおすすめの作品です。そして個人的には日本社会の光と影が最もよく見える作品の一つだと思います。5つ目は地面師たちです。ここまで紹介してきた作品とは少し雰囲気が変わります。恋愛でも日常系でもありません。簡単に言うと、不動産の持ち主になりすまして土地を騙し取る詐欺集団を描いた犯罪ドラマです。これは日本社会の裏側がかなり見えてくる作品です。ただし暴力シーンや性描写など過激なシーンもあるので、そのあたりが苦手な方はご注意ください。そんな大胆な詐欺本当にあるの？と思うかもしれません。でも実はこの作品にはモデルになった実際の事件があります。そしてここが面白いポイントなのですが、このドラマを見ると日本社会は想像以上に信用で成り立っているんだなということが見えてきます。例えば日本ではちゃんとしてそうな人、真面目そうな人、礼儀正しい人が比較的信用されやすい傾向があります。そして書類、印鑑、本人確認、形式、こういったものを重視します。だからこそ逆にちゃんとしているように見せる詐欺が成立してしまうこともあります。このドラマでは人は何に信用してしまうのかがリアルに描かれています。また日本の大企業の意思決定や組織文化もかなり見えてきます。責任、社会政治、縦割り、そして失敗できないプレッシャーです。日本では大きな取引になるほど絶対に失敗してはいけないという空気が強くなることがあります。ただそのプレッシャーが強すぎることで逆に冷静な判断ができなくなってしまうこともある。そういった部分もこのドラマではリアルに描かれています。あとこの作品は単純にエンタメとしてもとても面白いです。テンポがいいですし緊張感も強い。正直一度見始めると止まらなくなるタイプのドラマです。そして日本のドラマとしては少し珍しくダークで大人向け。日本のドラマイコール静かで恋愛中心というイメージを持っている人がいたら印象が変わるかもしれません。なので犯罪ドラマが好き、社会の裏側を描く作品が好き、日本社会のリアルを知りたいという人にはかなりおすすめです。そして個人的には日本の信用社会の光と影が最もよく見える作品の一つだと思います。ということで今回は見終わった後日本人への理解が深まるというテーマでおすすめの日本のドラマを5つご紹介してみました。もちろん日本人全員が同じ考え方というわけではありません。ただドラマというのはその国の価値観や人間関係、空気感が意外とよく出るものです。今回紹介した作品を見ると日本人の恋愛観、察するコミュニケーション、友達との距離感、責任感の強さ、そして日本社会の光と影、こういったものが少し見えてくるかもしれません。もしまず1本だけ見るならと言われたら、恋愛ドラマが好きならファーストラブ、日本人のコミュニケーションを知りたいならサイレント、日本の日常や価値観を知りたいならブラッシュアップライフ、今の日本社会を知りたいならアンナチュラル、少し刺激の強い作品が好きなら地面師たちという感じで選ぶのがおすすめです。逆に日本人ってなんでこうなんだろうと思う場面があったらぜひコメント欄で教えてください。もしかするとそれは日本人からすると普通でも海外から見ると不思議な部分なのかもしれません。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。